こんにちは、ジャイアントスター熊本の近藤です。今回はジャイアントの人気のクロスバイク、新しくなった2022年モデルのエスケープ RX2 ディスクのご紹介です。今回は2022年モデルのエスケープ RX シリーズの中からエスケープ RX2 ディスクのご紹介になります。この RX シリーズなんですけど、ロードバイク譲りの設計で高い走行性能を実現しているクロスバイクということになりますね。同じクロスバイクのエスケープ R シリーズあるわけですけれども、それと比べるとですね、より本格的にロングライドを楽しみたい方のためのスポーツクロスバイクということになります。昨年2021年モデルまでの RX2、RX ディスクを統合したような形になりますね。新たに RX2 ディスクとして生まれ変わりました。これにより2022年モデルは3車種になりました。リムブレーキモデルは RX3 ということになりますね。年々ディスクブレーキモデルが増えてきているな、クロスバイクの世界もディスクブレーキ化が進んでいるなというふうに感じています。それから RX2 ディスク、この車種に関してはカラーも増えましたね。2021年モデルは3色だったものが4色展開に増えましたよということになります。これジャイアントの注力具合も分かりますね。サイズは4サイズ XS から L サイズまで、大きな L サイズまでありますね。身長は155センチから195センチの方まで、この4サイズで対応いたします。カラーはカメレオンギャラクシー、サファイア、アンバーグロー、マットブラックの4色となります。重量は 10.7 キロ、これ S サイズの重量ですね。フレームはアラックス SL グレードのアルミを採用していますね。リアエンドは 135mm ということになっています。フロントフォークはこれカーボンになりますね。フルカーボンコンポジットオーバードライブのコラムのものがついています。ギアクランクはプロオイルのものですね。30の46丁2枚ですねのものがついています。コンポーネントはシマノのアルタスとアセラでほとんど構成されていますね。フロントディレイラーはアセラ、リアディレイラーはアルタス、シフターはアルタスの9速のものですね。スプロケット、これシマノの HG201 9速のものですね。ホームページ上ではシマノということになっていますけども、一部マイクロシフトのものが採用されますよということになっていますね。例えばこの熊本店に入ってきたこの原車ですね、これにはマイクロシフト車製のものがついていました。大きな差ではないと私は考えています。スピードは18スピードということになっていますね。フロント2枚、リア9速の18段ギアと。ブレーキはテクトロのものを採用していますね。 HDR280 ということになります。ブレーキローターは 160mm のもの、これ前後同じですね。とブレーキレバーはテクトロのもの HDR280、これ同じですね。ハンドルバーはジャイアントのアルミのものですね。クランプ径は 31.8mm です。シートポストはジャイアントディフューズのものですね。 350mm の長さのものがついているんですけど、これはアルミのものが採用されています。サドルはジャイアントコンタクトコンフォートナチュラル、もちろんユニクリップにも対応していますね。タイヤはジャイアントの SR3AC700×28C のものがついています。ホイールはジャイアント GX28、付属品はベルト、ペダルになります。RX2 ディスクの特徴なんですけども、なんといってもロードバイク譲りの高い走行性能でロングライドが楽しめるクロスバイクといったところではないでしょうか。どこが本格的かと言いますと、まずフレームですね。もう一番大事なのはフレームだと思います。アルミフレームにはなりますけども、通常のアルミフレームよりもワンランク上の SL グレードというものを採用していますね。この SL グレードなんですけど、同じアルミでも重量合成比の高いアルミ合金を採用したことで、軽量でありながら合成の高いフレームに仕上がっています。現在ジャイアントのクロスバイクでこの SL グレードのアルミを採用しているものはですね、この RX のみというふうになりました。
でもう一つの特徴ですね、大きな特徴、ディスクブレーキであるということですね。ただディスクブレーキでありながら重量が軽いというところ、パーツ構成が同じ RX3 が 10.3 キロ、これに対してですね、この重量が重くなりがちなディスクブレーキを採用している RX2 ディスクが 10.7 キロ、この差は400グラムしかないわけですね。これはカーボン製のフォークを採用したことで軽量化を実現しているということにもなりますね。例えば同じディスクブレーキのエスケープ R シリーズの R ディスクなんですけども、これ 11.5 キロありますよということになります。これよりか随分軽量だなというふうに思います。同じ RX シリーズの中でも RX3 と RX2 ディスクあるわけですけども、この2車種で迷われる方結構多いんですよね。どちらがいいですかというふうに聞かれるんですけども、例えばこのカーボンフォークを採用している、もちろんディスクブレーキもそうなんですけども、私は断然 RX2 ディスクの方をおすすめします。やっぱりフォークがカーボンになったことによるですね、軽量であるということと、手に来る微振動をかなり低減してくれるということで、長距離でも疲れないということになりますんで、やっぱりカーボンフォークモデルの方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。このような点からもですね、クロスバイクでありながらロードバイクに劣らない性能となっていますね。例えばスポーツとしてロングライドを楽しみたいなという方や、どうしてもドロップハンドルに抵抗があるんですよねという方結構多いものです。初めてスポーツバイクに乗ろうかな、でもドロップハンドルがいいんだけどという方には、そうですね、例えばフラットバーロードなんていうワードもありますね。このバイク私はぴったりではないかなというふうに思います。今回2022年モデルのエスケープ RX2 ディスクをご紹介してきたわけですけれども、エスケープには R シリーズと RX シリーズがあるわけですが、ホームページ見てもらうと分かるようにですね、 R シリーズはライフスタイルカテゴリー、一方 RX シリーズはスポーツカテゴリーとなっているんですね。このことからも RX シリーズはフィットネスやロングライドのためのスポーツクロスバイクとして設計されているバイクだなということが分かりますね。日常の通勤通学のみであればですね、そんなに距離が長くなければ R シリーズでもいいのかもしれないです。ただやっぱりですね、エスケープ R シリーズを買ったとしても結構皆さん長い距離を乗るように、サイクリングに行くようにもなってしまうわけですね。その時に例えば RX を選んでおけばよかったなと言われる方も意外と多いなというふうに私は思います。もっと楽ちんに長距離を走りたいなという方にはですね、今回ご紹介したこの RX2 ディスクかなりおすすめの車種になります。今回ご紹介しているこの RX2 ディスクとですね、RX3 という車種もあるわけですけども、この2車種価格差が 18,700 円、スペック的には変わらないんですね。この2つの車種比べた時に、例えばフレームは全く同じものですね。そしてコンポーネントも同じように9速のものが採用されていますよということになっています。もちろんディスクブレーキとですね、カーボンフォーク、全く違うというふうにさっきもご紹介したんですけども、この2車種ご予算で選んでいただくのもいいかなというふうに思います。この RX2 ディスクなんですけど、かなりの人気車種になっていますね。ジャイアントストア各店にも、必ずというとおかしいんですけど置いている車種になります。ただね、物が入ってこないとか、ちょっと、次の入荷までに時間が空いてしまった、売れてしまったということもあります。でもできるだけ置いておこうと思っている車種になります。ジャイアントストア各店にも置いてあると思いますので、気になる方はですね、ぜひ一度お店の方に足を運んでいただいてですね、このカメレオンギャラクシーなんていうのはですね、一回見てもらわないと、現物見ないとちょっと色の感じもなかなか伝わらないんじゃないかなと思ってます。この辺りちょっと見てもらいたいなと、ぜひぜひ見に来てください。そしてあなたのライドスタイル、ライフスタイルに合う1台を見つけてください。よろしくお願いします。